セラミックスを使って長いブレードを高速で触れる強い武器にしたいのね。うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはロボットを倒しまくって材料になるセラミックスを集めましょう。コレクション機能から生成してもいいんですが、生成したセラミックスの厚さは1センチになってしまいますし、それを鍛造して薄くすることができないので、ロボットが手に持っている薄いセラミックスのかけらを手に入れようというわけです。一つあれば設計図機能でコピーできますが、もしかしたら形にばらつきがあるんじゃないかと思ってたくさん集めてみましたが、どれも形は同じでした。これを組み合わせて長いセラミックブレードにしていきます。先端の方を尖らせてそれっぽくしました。セラミックスはタングステン並みの攻撃力なのに古代の合金と同じ軽さなので、このくらいの大きさでも振ることはできますが、振り下ろす速度は思ったより遅いです。やはりこれだけ長いと重さと重心位置の関係で素早く振ることは難しいみたいです。それでもうまくロボットに当てれば一撃で倒すことができました。ちなみにロボットは壁で囲った空間に放り込むとしゃがみ込んで動かなくなってしまうこともあります。結構繊細なんですね。このまま置いといてセラミックブレードを素早く振れるようにモーターとコンデンサー、トリガースイッチを使った仕組みを作っていきます。こちらを持ってトリガースイッチを引けば勢いよく振り下ろせるんじゃないでしょうか。ダメですね。ブレードより仕組みの方が回転してしまっています。そこで左右のグリップをつなげて仕組みを固定しやすくしました。そうするとやっぱり回転して壊れてしまいました。もう回転すること前提で作った方が良さそうです。こんな感じでお互い接触しないペアリングの軸とガーリンをうまく利用して左右のグリップをつなげた状態で回転しても壊れないようにしました。でも壊れないようになっただけで空回りしてしまってブレードを素早く振ることはできていません。そこでペアリングにつないで別パーツ扱いにした棒を左右のグリップから下に伸ばすことでホルスターに固定できるようにしました。これならかなり強力に固定できるので勢いよく振れるんじゃないでしょうか。早速試してみると、振ることができました。でもモーターから軸が飛び出して壊れてしまったので壊れないようにガーリンの部品をつけて補強したらもう一度ホルスターにセットして振り下ろしてみると、よし、壊れずに繰り返し振ることができています。でも調子に乗って振っているとバッテリー部分が壊れてしまったのでその部分もガーリンを使ってモーターから離しました。これで今度こそ壊れずにいくらでも振れるようになりましたが、トリガーを引いてもコンデンサの電力を消費するだけでブレードが振れないことがよく起こりました。なんでこうなるのかいろいろ試して調べていると、どうやらモーターがブレードを振り上げる充電方向に回転している時にトリガーを引くと電力を消費しているにもかかわらずモーターが動いてくれないみたいです。前回のロボット捕獲者で前と後ろの進む方向を切り替えるのが遅いのと同じような現象ですね。なのでブレードが前に動いている時を狙ってトリガーを引く必要があります。そのせいでなかなか扱いの難しい武器になりましたが、柄の下に重りをつけて前後に揺れる周期を短くすることで少し扱いやすくしました。早速こちらで捕まえきれるロボットを攻撃してみましょう。前にあるガラスの壁のせいでうまくロボットに当たりません。そのまま狙い続けているとブレードが折れてしまいました。ガラスの壁を取り外して今度こそ当てましょう。
ブレードの位置がずれるので、なかなか当たりませんね。それでも諦めず、よく狙って、よし、一撃でロボットを破壊できました。複数のセラミックスでできたブレードなので、多少刃が欠けても、そのまま使い続けられるのもいいですね。もう少し長くしても大丈夫そうなので、セラミックスの刃を増やして、ブレードを延長したら、これでようやくセラミックブレードの完成です。体に装着できる地味な武装ですが、好きに移動しながら強力な斬撃を繰り出せるので、なかなか強いんじゃないでしょうか。近くの木を狙ってみると、ブレードを持ち上げる動作が当たっても、それなりのダメージを与えられますし、ブレードが長いおかげで、高い場所にある葉っぱにも当てることができました。そして、湧き出てくるロボットを狙っても、素早く振り下ろしてくれるので、ちゃんと当たってくれさえすれば、高確率で破壊できます。ですが、ブレードが前に動いている時に、トリガーを引かないといけませんし、反動で私の体が浮かぶせいか、思ったよりブレードの位置がブレてしまいます。でもその分、当てるのが楽しい武器になったので、よしとしましょう。その長いブレードのおかげで、威力も射程も申し分ないです。では、いつものように、巨大な木から狙っていきます。一撃で破壊できてますね。しかし、一度切るごとに、ブレードがダメージを受けて短くなっていくので、4本目の木を切り倒すことはできませんでした。そして、ドローン工場の壁は低い位置にありますし、大きくて当てやすいので、一撃で破壊できる高いダメージを安定して与えて、細切れにすることができました。施設を破壊するのには、いい武器かもしれません。風力発電機の方も、ちゃんと当たれば一撃です。もちろんセラミックスの刃が欠けて、どんどん短くなっていきますが、それでも使えるのが強いです。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、セラミックブレードで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。より多く倒せるように、横向きにセットして投げ払っていきます。一度にたくさん切れています。ブレードの長さのおかげで、攻撃範囲が広いのもいいですね。ザコキャラが草でできているおかげで、ブレードへのダメージも低いので、刃を折らずに全滅させることができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやってホルスターにセットした後、右手でトリガースイッチ、左手で左のグリップを掴んで、ブンブン振っていきます。先端の速度が速すぎるのか、通り抜けることもあるみたいです。コンデンサーを使用しているので、ある程度間隔を空けないと勢いよく売れませんが、軽く当てるだけでもザコキャラくらいなら楽勝です。そのまま振り続けて全滅させることができました。それでは最後はイエロースライムに引くように銀の刃を先端に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙ってセラミックブレードで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速振り下ろすと、おっと、弾かれてしまいました。先端の銀の刃もなくなっています。このまま攻撃しても倒せないのは分かっているので、もう一度挑戦しましょう。よし、今度はちゃんと効いています。やったー !95,342 ダメージ。巨大スライムを倒しました。持ち上げられたブレードが弾かれて、スライムに食い込んでくれたみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたセラミックブレードさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。
面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー